まず最初これを塗っちゃいます。とにかく明るい色に。ここに立ちついても重たいんで根がついていきます。バラを植えるんで良質な土をと入れ替え、駐車場の下っつう感じです。極端に言えば地下に降りるような庭っつう。こういう空間でもそういうちょっと素材の作り方によって似合うような雰囲気になるんで、活用できる楽しみられる空間になるかと思っております。まず最初は何から始めるんですか？まず最初これを塗っちゃいます。であと表のフェンスを外して移設っていう形を最初にやっていきます。ここはどうやって塗るんですか？これはあれです、エアです。もうこんだけ面積難しい、大変なんで、我々ができる範囲でやる塗装ですから、とにかく明るい色にするという感じの作業です。はい。一応けれんしたんで、けれんして錆がついてるとこは錆止めに強い塗装先そこだけ塗っちゃいます。で塗った後全部吹き付けちゃいます。はい。でこっちが裏はここは車が通んないんですけど、これは今フェンスがここになってるんですけど、境界ギリギリにちょっと移設しようかなと、このフェンス自体。そうすればやはり向こうから来ても移動できる、この一箇所でも花壇を作って、お客様はバラが好きなんで、そういうんで窓辺から見る。であとどうしてもやっぱし今まで来れないんで、ヤブガラシとかなんか生えちゃうんで、ここはもう最終的にはエコグローブ。フェンスを一回全部外しちゃいます。一応舗装シート引いて敷いてあっても隙間があると生えてきちゃうんです。生えてきちゃう。
こからどうしていくんですか？この穴開けこっちに移設。ここはもう整地して手グローブって感じですか？そうそう。ちょっともうこれの砂利はそのまま転落して。よし。ここで花壇のレンガ積んでいきます。だいたい今置いてあるような大きさに。そうですね。ここから、若干乗り降りができます。今ちょっと養生して、あとこっちから吹き付けしちゃいます。こんだけちょっと養生していれば迷惑にならないかなと思います。リベルタの石井さんに来てもらったんで。リベルテです。リベルテ手だっけ？ただリベルテル。手の石井さんに来てくれたんです。一応ちょっと水道が半地下になってもうここが給水管になってるんです。ここからここに立ち水栓を設けたいんで、植物に水をやるの。その上の方からこう水道管を下まで延長させてるような。そうです。でここで、ちょうどこんなくてすぐここからここ来てここに一つ設けます。はい。よし。ここにちょっとブロックをちょっとぶつかっちゃうんでこっち丸く落としてこれも邪魔になるんでこれも取っちゃいます。
原さん、そのブロックはどこに使うんですか？ここ塞いじゃうんです。あ、そこは塞ぐんうん、ですか？ここも塞いで空間的にこう平らにして、ここ上り下りとか鉢を置いたり、ここちょっと結構置けるんで、そういう空間。だから立水栓をちょっと前に出した。そうです。今壊したガラとかああいうのも全部こんなね延長。あ、ここ置いときます。はい、ありがとうございます。ここは地植えでバラを植えるんで、ちょっと土を良質な土をと入れ替え。でその花壇を作る際はその土もちょっと気にした方がいいってことなんですかね？あ、その土の種類によってね。だから神奈川県は大体黒土とかそうなってるんだけど、建物は埋め戻したりなんかいろいろ状況が違うんで掘ってみないとね。いるんじゃ。おいおい。いや。フェンスの柱を立てます。これは一応カップリングを入れます。それで柱を立てて、で、骨組みは濡れないんで、ここは一応木にして、縦張りは一応人工材料を使います。まあこの空間もちょっともったいないんで、物入れとかなんつう形にはなると思います。だからそのためにフェンスで向こうが見えないように物を入れたり収納する場所として確保できればと思ってます。